やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、変なブランドとしての地位が確立しつつある、ラキティアーの新作、ラキットイヤー LM1 だ。ラキティアーは、切れてた頃の KZ や TRN を追いかけるように商品を販売する、攻めの低価格中華イヤホンブランド。登場初期には、価格帯的に無理そうなスペックがずらりと並ぶ宣伝ページと、逆位相で組み立てられたケーブルで、いろんなところの話題を生んだな。で、一発屋みたいな感じでその後話題を聞かないわけだけど、このチャンネルは追いかけ続けているぞ。今回紹介する、LM1 は、KZZEX や CCANRA が採用する、丸型 EST ドライバー。つまりは EST だったり MST だったりするあれを高音域側に採用し、低音域側はダイナミックドライバーが担当するハイブリッド型イヤホン。そもそもラキティアー自体限界イヤホン民しか買わないから、初心者向けの説明は省くが、ざっくり言っちゃうとジェネリックな ZEX だ。じゃあ ZEX 買えばいいじゃん、ともならない。なんでかというと、この LM1 は、ダイナミックドライバーが違うから、同社が販売している、同じ構成のイヤホン、LF3 プラスと比較しても、実はダイナミックドライバーが異なる。ラキティアーはさっきも言った通り、平気でスペックを持ってくるタイプの、いわゆる香ばしい中華イヤホンブランドなので、あんまり自称は参考にしちゃいけないんだけど、今回のシリーズが採用しているのは、10mm のチタン振動板を採用したタイプだ。ラキティアーには、今まで高音まで攻撃的な高価格モデルと、バランスの良い低価格モデルがあったんだけど、このイヤホンに採用されているダイナミックドライバーの性格は、低価格モデルに近いな。で、そこに高音域をプラスしたもの、ということで、過去のラキティアー製品とも、他社製品とも被らない構成を持つぞ。ざっくり言ってしまうと、これは、低音量が適量に調整された ZEX、ないしは CCACRA だ。EST っぽいあれもしっかりと仕事してるし、悪くない仕上がりだな。超高音域は持ち上がっていて、スネアなんかもしっかりと聞こえる。全体的には若干暖色感もあるような、弾みと残響のある音色なんだけど、超高音のシャープさが全体の印象をスローすぎないものにするぞ。また、このイヤホン、何気にこの低価格丸型 EST っぽいものを採用するイヤホンの中で、唯一、20磁気ダイナミックドライバーを採用していない機種で、サブベースが盛り上がりすぎない、という性質を持っている。さっきも言ったけど、このおかげで、ZEX の無駄にぶん回すような重厚な低音域が、適度な重みを持ったものに置き換えられる。また、全体に ZEX より若干温かみのある音色なんだけど、その音色の関係でスローすぎるように感じさせることも、この低音量のほど良さでなくなっているな。とはいえ、全体的にはしっかりと重みのある音色で、とにかくドッカンドッカン暴れるサブベース帯が常識的になった、程度のバランスなんだけどな。全体的に、過聴域ギリギリの高音域帯のみ、EST で補強して、それ以外のところは、スローで聞きやすく、中低音から低音がよく盛り上がったイヤホン、というのが LM1 の印象だ。よりハキハキとした印象を持つ、同じような構成の同社 LF3 系とは別物だな。特に LF3 プロなんてドッカンドッカンのギラギラな音色だったので、それと比べると、随分常識人然としてしまった。普通に2000円のイヤホンとして、おすすめできる出来になっている。ただ、このタイミングで ZEX が1000円になってるんだよな。実力としてはあれとほぼ変わらないので、超低音をもうちょっと削れたらいいのになぁ、と思っている人向けになるだろう。高音域がハキハキ反応するので、スローながら眠くならない音、というのを求めている人にもおすすめだ。それから、装着感もシェル形状の関係でこちらの方が好み、と感じる人が多そうだから、そこら辺が LM1 が活路を見出せるポイントだな。というわけで、隙間を狙ったように登場した、第3の EST 低価格モデルなわけだけど、しっかり隙間にはまっているのに本家のハードルが下がるとかいう、本末転倒な要素を呈している。おまけに、ラキティアーの強靭然とした音色も、しっかり潰してきているので、EST だからこう、みたいなわかりやすいインパクトはない。いや、いいイヤホンなんだよ、普通に。というわけで、何の因果か、このイヤホンに興味を持ってしまった人には、悪くないチョイスだと思う。ZEX が20磁気じゃなかったら、こんな音になるだろう。でもって、ZEX が自重しなかったらこんな音になっただろう。同じくラキットイヤーの LF3 プラスと組み合わせると、低価格イヤホン収集の奥深さもまた味わえるんじゃないかなといったところで今回はここまで。